僕の家の近くにもね、多分あれ中学校だと思うんですけど、学校があるんですよ。この前、その前を通った時に、その学校は、正門の前に、その学校の行事みたいなプリントを貼り出すタイプの学校だったんです。皆さんのところがどうかわからないし、僕の学校は少なくともね、そうじゃなかったんですけど、僕の今の家の近くにある学校は、なんか、門の前に、なんかプリントが貼り出されてるんですよ。運動会をしましたとか。僕はそれがなんか嬉しくてずっと眺めてたんですけど、ふと気がつくと後ろで僕のことを見てる人がたくさんいたんで、これはまずい。訴えられると思ってすぐにそこから逃げ出したんですけど、そそくさと。なんかそういうのを一回見出すとめっちゃ集中しちゃいません？なんか、なんだろう。商品のパッケージの裏の成分表とか、なんか新しく買った、それこそイヤホンとかのなんか機材とかなんか説明とか一回読み出すと一生読んじゃうんですけど、なんかしばらく同じ要素に注目してたら電流流れるシステムが欲しいんですよね。微電流でいいんで、なんかこう肩とかにこうビッて見すぎってなんか流しておくんないと、僕それで一日結構損してる気がするんですよね。それのせいで流してほしいな。多いよちの俳句は読みますけどね、読まないですよ。小学生さんもなんか俳句作ってください。なんだと？先に君たちが作りなさい。で、ちょっと5文字と7文字何でもいいんで書いてください。僕が目についた5、7、5順に拾います。きっとこういうのって奇跡が起きるでしょ。こんにちは。いいよ。こんにちはいいよ。7文字が来ないね、7文字が。こんにちは。今日も明日も会うら。ね、これ最悪ですよ。みんなで集合で作るとこのざまですよ、皆さん。ひどすぎるだろ。もっと、せめてもっと良くなるだろ。こんなことになるの？良くはならないだろうなって思ってたけど、こんなことになる。リコーダー。いや、僕ね、リコーダー実家置いてきちゃったんですよね。なんかないかな。奏でられるもんが今何にもないんですよね、この家。歌い手とはいえ音楽を生りとしているものとしてあるまじき。流せる、奏でられるもんがね、僕今何にもない。フライパンフライパンもないよ、僕んちは。これ皆さんに言ってませんでしたけど、僕んちはフライパンもないよ。鍋しかないよ。焼く時とかも全部鍋で頑張ってんだから。ティッシュの箱と輪ゴムで奏でてください。もう輪ゴムもないよ、小学生には。小学生の家は何にもないよ。洗面器もないよ、小学生の家は。全部手でやってんだから。何にもないよ、小学生の家は今。何があるんだ？いや、何かはあるよ。たまたま皆さんに今おっしゃっていただいたものがないだけ。食パン型ソファーはそれはまああります。あるな。ロングトーン奏でられるのもある。これいいじゃん。これね、ドシャープの音でしたよね。絶妙にどうでもないし。ね、これね、全然使えない音です。ロングトーンになりますね。これマックスにしたら音変わるんじゃない？これ今ね、風量がね、低いモード。これマックス。これでファの音。ちょっと低めのファの音。なんでぴったりドとかソの音がバッて出ないんだ。ドライヤーいいじゃないですか。ドライヤーならもしかしたらいい音出るかも。ちょっと低いラの音がダメです。僕の家、でもラだったらいいじゃん。オーケストラの調弦って多分最初ラでしょ。僕はもう詳しくないからあれですけど、多分最初ラでしょ。オーケストラ最初音整えるときみんなあれでしょ。なんか笛の人がバーンって鳴らして、それに合わせてなんかバイオリンの偉い人がってやって、なんか軽くうなずいたら全員がラに合わせて合わせ出すでしょ。知らないけど、詳しくないから知らないけど、多分そうでしょ。ドじゃない、あんまりドで合わせてるオーケストラ見たことないですね。オーケストラのチューニングでドライヤー鳴らすからみんなが入ってきて拍手で迎えられて静かになって、よしって
ファーストバイオリンの人たちが、よし、ちょっと気合い入れて、ちょっと神妙な面持ちになった後に、ドライヤーとフィーンって鳴り出したらめっちゃ面白いけど。オーボエの人がドライヤー鳴らめっちゃ面白いけど、それ見たいけど。めちゃくちゃ笑っちゃう気がするの。なんか、笑っちゃいけない空気感あるけど、めっちゃ笑っちゃう気するの、僕それになったら。一番古い記憶知りたいですね。3歳か4歳かわかんないんですけど、寝起きで多分わけもなく、もうそんぐらいの年ですから、なんかわけもなく泣いてた時に、母が、袋ラーメンを作ってくれて食べた記憶が一番最古かな。あるいは、同時期ぐらいに川に落ちて、父が勘で僕の腕をキャッチして、ギリ助かったこととかも覚えてます。あそこで、ワンキャッチで、ノールックワンキャッチで、キャッチし損ねたら僕は全然死んでたらしいんですけど、その時の、キャッチされ側の視点を覚えてます。ゆずき家基本、運いいですからね。運で生きてますからね。小学生の活動とかね、だけ見ていただいても分かる通り、ゆずきは運がいい、運のみで生きている多分家系なんですよね。こう、家系図が遡ってっても。運の血筋だと思います。我が家。モテ期ありましたが、モテ期小学校の時に足が速かったとか、それぐらいじゃない。わかんないです。そんぐらいじゃない。50メートル何秒ですか？いや、今はもうわからないですけど、もうきっと遅くなってると思いますけど。もうだからまあ、小学校とかだと何秒だったんでしょうね。逆にわかんないですね。なんか、中学とかで、なんか6秒台行ったぜって喜んでたら、もう中学生とかだとやっぱりみんな早いじゃないですか。陸上部のね、方たちとか特に早いんで、もう6秒台ゴロゴロいて、で、その6秒何みたいな、そのコンマで競ってた記憶があるんで、多分そんぐらい、それ前後だと思います。逆上がりできましたか？できましたよ。逆上がりできたし、僕はね、中学の時の僕はね、運動神経がなぜか良かったんで、逆上がりとか、あとなんか交差してグリーンってなって、これ何もわかんないですよ、これ。これ、あれ、技の名前なんていうかわかんないですけど、鉄棒の上から手をクロスした状態で飛び乗って、グリーンって体を、半回転させながら、こう、前方に飛び出すやつ。伝わるかな？これがね、できたり、ね、縄跳びでもね、はやぶさやったりとかね、もう、ブイブイでしたよ。運動ぐらいしかやることなかったですからね。逆に何ができないですか？そう、僕がね、その時何ができなかったかというと、僕はね、未だにそうなんですけど、ボール投げるのがね、バチバチに苦手だったんですね。バスケ部だったのに、投げるのが本当に苦手だったんで、結局なんか、小学校、中学校ぐらいから変わらず17メートルとか前後だったと思います。ずっとその辺だったと思いますよ。だから体力テスト、今なんていうのかわかんないですけど、最終的に A とか B とか出るじゃないですか。まとめて。あれ、合計で見ると、なんか、まあ、バスケ部とかね、サッカー部って大体みんなそうだから、まあ、そうなんですけど、そういう A とか書いてあるのに、詳細見ると、ハンドボールだけ雑魚なんですよ。めちゃめちゃ面白いプリント。多分、唯一、そんなやついないから唯一だったと思います。そう、レンジが広かったんですね、僕ね。一番得意だったものはシャトルランですよ。体力あったんで。翔くん硬そうか。硬そうと思うじゃないですか。僕ね、体柔らかかったんですよ。長座対前屈ぶち切りでトップ取って喜んでましたからね。当時の僕はそれぐらいのことより嬉しい少年だったんですね、きっとね。今も本当にね、どうでもいいことで、ね、そんなことで誇るな。もっと大事なことがあるって言ってあげたいですけど。もうウキウキでしたからね。去年より伸びてるよって、バスケ部の、副部長とかにこう見せびらかしてましたからね。副部長めちゃめちゃ体が硬かったんで。ウィーって言ってましたね。副部長なんかバスケめちゃくちゃ上手かったんですけどね。その思い出。冬季日の思い出。
どこで成長期来たんですか？あ、成長期はね、小学校6年生の時ですね。皆さん、オスグッドってご存知ですか？膝のお皿があるじゃないですか。その膝のお皿の下に当たる骨が、こう、めちゃくちゃ走ってたりすると、こう、腱に引っ張られて、腱じゃないな、筋肉の筋に引っ張られて変形して飛び出てくるんですよ。で、それがめちゃくちゃ痛いっていう成長痛の一種があるんですけど、これになっちゃってめちゃくちゃ大変だったので、多分成長期は小6じゃないですか。もう専用のサポーターをつけたり、接骨院にね、めちゃめちゃ通いながらやってましたけどね。本当あれはね、泣くほど痛いですね。ピークの時はね、試合とか出てる時はいいんですよ。アドレナリンがね、脳内で出てて、なんかどうやら痛みが麻痺する物質がね、こう、なんか集中してたり、興奮してたりする時は出てるんですよ。試合中とかでね、うおーってやってる時は出てるから全く痛くないんですけど、試合終わった帰り道が本当にもう泣くほど痛い。これはね、経験者の方はね、もう誰しも、ご存知のことかとね、思われますけどね。本当に痛いんでね。成長期のね、身内の方とか知り合いがいらっしゃる方で、オスグッドで辛いってる子がいたら、それははいはい、思春期のね、特有の痛が、みんなに慰めてほしいあれねと思わずに、それ本当に痛いやつなんでね、ぜひ、冷やしてあげたりしてくださいね。氷の入った袋のやつとかをあげてくださいね。整骨院で微電流流すやつ。いいですね。あれ僕整骨院にも通ってましたけど、家にもありましたよ、あれ。整骨院じゃ間に合わんっつって、家にもあれ持ってました。マイ微電流持ってました。未だに僕それ、肩に流してますからね。聞いてるのかわかんないですけど。なんか今の科学だと微電流、筋肉に意味あるない、諸説あるみたいですけど、僕は、趣味で流してます。肩に流してます。聞いてるのかわかんないですけど、流してます。声変わりいつ来ましたか？声変わりはいつ来たかは僕より皆さんの方が詳しいんじゃないですか？そんなことない。記録が残ってるんでね、探してみてください。どの辺が声変わりかな。僕もよくその辺覚えてないですけど、遡ってみてください。多分どっかで来てるんで。皆さんの、その辺は詳しいんじゃないかなと思います。